未来圏が挑む新たな技術、実現すれば世界が変わる。未来の入り口ちょっと覗いてみよう。アイマス未来予想図。私は未来犬アイマス。名古屋大学未来材料システム研究所、略して未来犬の研究内容を紹介していくよ。今回は我々の体の設計図と言われる DNA を使って全く新しい物性を持った材料を作り出す DNA ナノテクノロジーの研究について。ナノスケールの構造を持つ粒子や素子を研究する分野はナノテクノロジーと呼ばれていて、人間が直接見ることはかなわない小さな世界の研究だ。この研究で作り出されるナノスケールの粒子、ナノ粒子は大きな粒や塊では起こり得ない物性を生み出せることが知られている。粒子をナノサイズにまで小さくすると表面積が激増することにより物性が大幅に変化する。そしてその形や組み合わせによっても物性が全く異なる材料となるんだ。今回紹介する田川教授の研究グループが取り組んでいるのは DNA が持つ自己組織化という現象を使ってナノ粒子を思い通りに制御して組み上げ、期待する物性を持つ結晶構造を作る研究だ。ただし粒子がきれいに配列した大きな単結晶を作ることは非常に困難。さらにその組み上げた結晶構造を評価する技術も必要で、大型放射光施設スプリング8で X 線構造解析をして結晶構造を特定するということをしている。それではここで田川美穂教授に話を聞いてみよう。ナノ粒子の並びがきれいなことによって新しい機能が出てきます。でその新しい機能を出すためにその配列がすごく綺麗ということが重要になってきます。その結晶が最近すごく大きくできるようになりまして、世界で一番綺麗なものができていると思います。私子供を2人育てながら研究していますので、日々ご飯を作ります。でこれ実験に使えるんじゃないかなみたいな感じで、自然な流れでそういう調理器具を使うようになりました。ボトムアップはもともと分子とか原子が持っている自然の力で構造を組み上げるという手法です。ちょっとヒントを与えてあげるだけでもうあとは自分たちで作ってくれる。それで今までできなかったような技術が実現される、そういう将来を描いています。ナノ粒子の構造体を自在に操ることでこれまでの不可能を可能に変えてしまうかも。ではまた次回。